あ、ごいちんごいちん。あ。皆さん、こんにちは。明日がくるさです。今回は、ステージ3の6ロボット工学の逆運動学、2D 二次誘導を解説したいと思います。この動画を見る前に、2D 変換、3D 変換で関節の階層構造を作るを見ていただくと、だいぶわかりやすいと思います。逆運動学の 3D 三次誘導の前段階として、逆運動学 2D 二次誘導をやるのですが、とりあえず比較的わかりやすい 2D で概念を理解してしまえば、3D もほとんど同じで理解しやすいという、出ました。3D あるあるです。とはいえ、2D 二次誘導の逆運動学だけでも、ゲームの中で使える場面はかなりあると思いますので、これはこれでやっといて損はないと思いますよ。対応するガチャンのソースコードはこちらにありまして、ガチャンネームスペース .h の定義をインバースキネマティクス RH2D2DOF に書き換えてビルドと実行することで実際に動かして試せるようになっています。ここでの RH とはリーレージという意味です。さて、どういうものかと言いますと、手の位置を動かす場合、普通に考えると腕の関節角度、ここでは肩と肘ですが、を変更して手の位置を動かすのが一般的で、アニメーションデータの作成時など、手の位置の結果を見ながら関節の角度を設定する場合は問題ないことが多いですが、例えば、プログラムで手をここまで動かしたいといった際に、複数の関節、ここでは2個の角度を調整して、それによって手がどこに移動するかって、関節の角度変更ということは、腕が関節を支点に回転するわけで、手がどこに移動するかなんてとっても非直感的で分かりにくいですよね。例えば、手を直線的に移動させるとかやろうとすると、これってもう、お手書きです。このような時に逆運動学を使うと、これができてしまうんです。手の移動量から逆にその移動するための角度が逆運動学で求まるんです。これすごいですよね。これでとっても直感的に手の位置を制御できます。もともとロボット工学の分野で、ロボットアームや
ロボットの足の制御なんかによく使われているようです。もちろんゲームでもいろいろと使いどころが多いんです。さあ、やっていくぞ。まず、変換で手。今回は点になりますが、それの位置を表すのですが、手の位置を求めると、ローカル変換 L を各変換、SRT、スケールローテーショントランスレーションですね。で、表して、pH、LH、LE、LS を、1段階バラバラにして、pH、SRT、SRT、SRT と表せます。これは、すでに公開している動画、2D 変換、3D 変換で関節の変換で関節の階層構造を作るとやっていたことです。ここで変化のしない変換を汎用列に、かけても変化しない行列として技術を省略して、また座標軸が限られる変換では軸を小文字で表していきます。これは計算をなるべく簡単にしたいからです。腕の拡大縮小話。拡大縮小変換 S はすべて E となります。腕の回転は、2D の回転の R はすべて Z 軸周りの回転になります。肩の付け根は原点とする。LS は平行移動を持たない、T が E となります。肘の平行移動は X 方向のみ。K は点とする。PH は点となり、001になります。T は回転を持たない。RZ が E となります。手の平行移動は X 方向のみの TX になります。結果、このように、001 TX RZ TX RZ こうなりまして、平行移動定数と角度変数も入れて記述すると、このようになります。だいぶ簡単になりました。これは行列表現になっていますが、これを計算して式に直すと、手の位置を表す式が求まることになります。注意ですが、これは今回の条件の場合ですが、これは今回の条件の場合の計算方法です。独自のモデルで回転軸が違う場合はそれに変更して、平行移動が違う場合はそのように変更したり追加したりします。注意ですが、先ほどは2D 自由度では関節構造が 2D の二自由度を表す構成でないと大抵いけません。
つまり、2つの回転に自由度で先端を、手ですね、を X 方向および Y 方向、2D に移動できる構成である必要があります。また、稼働する回転は2つに限られます。稼働する回転が3つ以上になると回転が余ってしまい、解が1つに求まらないからです。これに対応する方法もあるのですが、今回は扱いません。3D30 度ではもう一つ回転を加えて、30度、そして奥行き Z が追加されて、3方向 3D になるようにします。はい。それでは元に戻りまして、計算、変換を計算して、手の位置の式を求めるのですが、それではまずそれぞれの行列を見ていきます。使用する行列は4つ。tx, rz, tx, rz。これを左から順に計算していくと、こうなります。計算項はご存知、横縦です。このように計算していくと、はい。手の位置 xy は、この変換で、001を変換したものなので、こちらのような結果になります。手の位置 xy が求まりました。次に、手の位置の式を角度で微分するのですが、このサインコサインの微分の公式を使って、この xy を角度、PS アングル、PE アングルで両辺微分します。といっても、手順通りやればいいだけで難しくはありません。各掛け算の方で、このような変換をすれば微分が求まります。PS アングルで微分の際、サインがコサインになって、コサインが、マイナスサインになります。また、そうですね。PS アングルの、サインと、コサインがない方は消去します。PE アングルでの微分も同様です。はい。このように求まりました。これで PS アングル、PE アングルの角度変化に対する X 方向と Y 方向の移動変化が求まりました。次に、
ーさて、トータルの移動変化量はそれぞれに角度変化量をかけて足すと求まれます。いわゆる変微分です。さて、欲しいのはこれの逆で、移動変化量から角度変化量を求めたいので、これは連立方程式になりますが、これを解くのに 2×2 行列を使います。ここでの行列は変換とは関係ありません。単に連立方程式を解くのに便利だから使っています。行列はいろいろに使えるので、この式を行列にして、真ん中の 2×2 行列を、ABCD と置いきまして、この逆行列を求めると、こちらになります。これを両辺左から書きまして、これで移動変化量から角度変化量が求まりました。また、行列を求める際の行列式 A-BC は、0に近づくと解の存在が小さくなっていくという解の存在可能性を数値で表してくれるとても便利なものです。例えば、腕が伸びきってしまうと、この行列式は0になります。解が存在するには少し肘が曲がっている必要があります。行列式が0または0に近いというのは無理な姿勢ということです。確かに少し肘が曲がっていて可動域に余裕がないと手は上下左右に動けないですよね。持続歩行ロボットの膝が常に少し曲がっているのはおそらくこのためだと思います。微分とか変微分は 3D や物理シミュレーションをやる場合にいろいろと使うことが多い分野です。結果としてゲームでも使う場面がありますので、そのうちにちゃんと取り上げたいそうです。それでは、ソースコードの方を見てみましょう。ソースは結果だけ使っています。岐阜が必要な移動量で CS、SS、CESE と逆行列を求める際の ABCD に代入して行列式 A-BC を求めて解がある場合、逆行列に移動量をかけた結果を角度変化量に代入して返しています。結果はこんな感じです。行列式の
制限によって手はある程度以上先に行けなくなっています。あとは自由に動かせるようになっています。はい、今回はここまでです。次回は逆運動学 3D 三次誘導でちょっと計算が増えるぐらいで、やり方は全く同じで難しくないです。お楽しみに。今回の動画が何かしらの参考になれば幸いです。何かするときには、すべてご自身の責任において行ってくださいね。ご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。